ーの明けましておめでとうございます。さあということでね、新年一発目でございますので、今年もよろしくお願いいたします。さあ、乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんです。はい。おめでとうございます。なんだ何やってんだなんだせーのはいということでね B なるほど、そういうことですか。日村さん、はい、本日の企画発表お願いします。参りましょう。2022年を振り返ろう B 級ニュース大賞。昨年もさまざまなニュースを世間に提供した乃木坂46。その中で人知れず巻き起こっていたメンバーのごくごくちっちゃなニュースを紹介します。まずは1月から3月の乃木坂 B 級ニュースは、秋元八久保に嫌われ、梅沢バナナとカヌレコール、久保眉毛が漏れる、遠藤ちょうどいいマグカップを発見、中村転んだら繋がった、梅沢パパと号泣。以上1月から3月の乃木坂 B 級ニュースでした。タイトルだけでどうでもいいわってのもあれば何それ気になるよってのもあります。ぶっちゃけありましたよね。1月秋元はい八久保に嫌われる。はい、これはバレンタイン企画やったじゃないですか、乃木坂工中で。でその時にその4期生全体のグループ LINE を作ってみんなにちょっと気遣った言葉をかけたりとか、あとはピンポイントに八久保ちゃんとかいろんな子にお洋服をあげたりとか、やってたね。そういうのをやってたんで、嫌われる要素なくなるまで。でもそのグループメールももう使ってないんで、全く一回もあれから動いてないわけ。一回も使ってないですよ。一回もってある？だってライブ前とかに頑張ってこうねとかでもいいからやればよかった。いやなんかそれをもう嘘だと思われるんじゃないかなと思ってバラしちゃったからな。あの企画だけのものなんだから。でそのピンポイントにやって八久保ちゃんとかには個人的に申し訳ないっていうことを、ああいう企画だったからやったけど本心でお洋服あげたかったんだよみたいなっていうのを送ったんですけど、そこから何ヶ月か未読スルー。未読なの？はい、未読する。読んでもいない。はい、既読もつかなくて、嫌われちゃったのかなって思ってたら、その後2ヶ月ぐらい経った後に別の用事で八久保ちゃんにメール送ったら、それには返事が来たんですけど、すげえ長文だな。あれが1月20日。はい。で次3月じゃん。で MC がめちゃめちゃ良かったんですよ、八久保ちゃん。だからもう素敵だったっていうのを伝えたくて連絡を送ったら、これはその日のうちに返事があったんです。これはあるんだ、返事。はい、聞いてください。私いやもちろん聞きますよ。もちろん。すごい連絡を貯めちゃう人で、いろんな方からのいただいた通知で埋もれてって、多分その3月まで気づかずで新しくいただいて、埋もれるって何件ぐらい100いくつとかは100何件埋もれてるってこと？はい、見ないんだ。 LINE で公式から来るクーポンですとかいうのにどんどん紛れていってどんだけクーポン来るんだよ。そんな埋もれるクーポンで。めっちゃ来ます。でもさ、秋元っていうさ、いわゆる乃木坂のさ先輩でキャプテンなわけじゃん。だってクーポンと私でクーポンに負けてる。いや僕さクーポンごとやられてんだから。他にもメンバーとかで送ったけど全然読まれてないとかいう人いるの？いるんだ。私の場合は既読はついたんですけど、帰ってくるのが何日か。それ完璧な仕方です。それはやべえ、八久保怖いな。なんかザキちゃんザキちゃんとか言ってる割にそういうとこすごいクールな。なんか怖い。さあ次、梅田。バナナとカヌレ、これは私が21年から22年にかけてすごいカヌレにドハマりしてて。カヌレ流行ってたよ。はい。でもちょっと流行る前からハマってたんですよ。でもな、梅違うんだよ。なんかそういう人いいんだよ。うちの家族がさいいって言うとなんか世間が流行ってんのよ。なんかさ、私普段見ないのに私見ると日本代表勝つんじゃん。それと一緒なの。
で6月ぐらいですかね、バナナマンさんがラジオでカヌレ合戦みたいなのやったじゃないですか。あれは本当に普通にカヌレ俺らが買ったらなんか流行って。もう6月はめっちゃ遅いじゃんそしたら。たまたまそれ聞いてたってこと？はい、聞いてて、で乃木中の収録の時になんかさらっとおすすめのカヌレを言ったんですけど、食べてないです。収録で言ったの？はい。はいはいはい。そうなんですよ。くれないと。そうですよね。ものをなので今日ご用意していただいて。だったらさ俺らがおすすめのやつもあったのに。そう交流したくてずっと私も。交流してないなと思ったんだよ、はい、だから今ね、はい、やっとこれ北海道にしかないカヌレで、そう関東にお店がないのでお取り寄せするんですけど。カヌレお取り寄せしてんの？もうはいお取り寄せしてて、もう一番好きで、私が周りがガリッとしてて中がこう柔らかめなプリンっぽいやつが好きなので、なるほど、それの究極だと思ってます。わかる。いただきます。めっちゃうまい。言う通りだね、中プリンだね。そうなんですよ。そんなにうまい。あ、すんげえカリカリだ。中すごいうまい。うまこれは全然違うね。美味しい。何カヌレぐらい食ったの？ちなみに。今年食べたのいくつぐらいだろう。100は食べてるんじゃないですか。半端ねえな。カヌレででかくなってってんだね、じゃあね。さあ、続いて久保。なんだこれ。この2月に、朝の情報番組をやらせていただいてて、そこのアンケートでちょっと動画が必要になったんですよ。でメンバーにも出演してもらわないといけなくて、梅沢と山下と3人で動画を撮って、そのアンケートもギリギリでもう確認しないままもう送ったんですね。そしたらアプリで撮ってたんですけど、たまたま何を間違えたのか、そのアプリの設定で眉毛が一番濃い設定にしてるんですよ。そんなのあんの？あるんですよ。その状態で撮ったのを気づかずに送っちゃって、それが生放送で流れちゃってるんですよ。生放送で。生放送で流れちゃって、その動画がちょっとあるので見たい。ちょっと来い。みんなちょっと来い。いや、俺は梅も山下もすげえ火が巻き込まれてんじゃん。これ流れちゃったの？流れちゃって、私その生放送中にあれこれやらかしたなと思って見てたんですけど。っていうかそれさ、マネージャーさんとか多分チェックもされてたんですけど、視聴者の方にも MC の方にも誰にも突っ込まれなくて、でファンの方にも突っ込まれないまま今まで来ちゃって。いや、なんか3人がやってるから、これがなんなら最新の眉毛ぐらいで思われてるんじゃない？もしかしたら。しっかり前髪の上に眉毛乗っちゃってて。でもなんか眉毛の仕事とかさ、この後いっぱい来なかった？気をつけて。気をつけます今後本当に。結構影響だろ今のな。確か面白いね。さあ、じゃあ続いて粘土。これすげえどうでもいい。なんだこれ。すみません、これは一昨年の乃木坂工事中でやった忘年会、生田さんがご卒業の時に、ホテルでね。これね。このゲームの時に私が勝ち取ったマグカップ。あったね。生田の書いた。あ、そうですそうです。これ使ってんの？うわ、本当だ。気持ち悪い。何飲んだ何飲んだこれ？コーヒー飲みました。結構使いやすくて。そうなんだ。愛用しちゃってるっていう。よくこんな可愛い顔できるねこのカップ。でもなんかいいよ。こっちは使ってるけど。あれ俺の方は？日村さん書いた生田の方は使ってないの？なんか威圧感がすごくて。でもさ、右利きでしょ？右利きです。だって右で持ったら見えないじゃん大体。ああ、でもちょっと威圧感で。まあな、あれなんか本当便所に住んでるなんか神様みたいな感じ。生田。だから友達とか来た時はあっち出してあげない。出さないです。出さない。一人で使ってますね。はい。続いてこちら。転んだら繋がる。なんだこれ。私なんですけど、去年私と向井葉月とあと弓木奈緒の3人で主演のドラマをやらせてもらった。なんかやってたね。そうなんです。その現場の話なんですけど、なんかその学校で撮影だったんですけど、私が後からこう撮影に加わるみたいな時に怒られちゃうから、急いで走って現場におはようございますって原曲言ったら、なんか落とし穴があって、私そこの落とし穴にはまっちゃって大怪我したんですよね。ドデーンって。ちょっと待って、それどういう状況？なんかそういうドッキリとかじゃない落とし穴。違うんですよ。本当になんか自然でできた落とし穴。弓木が掘ったんだろう。
私結構工事現場とか働いてそうとは言われるんですけど思わないよ。全然あと違うから全然思わない。それでドラマってつながりとかあるじゃないですか、はいはいやばいよ私制服だったんで膝とかも出てるし、はいはいどうしようってなったんですけど、たまたま私 DV とかを受けてる役だったんですよ。だからもうすごいそのドラマ傷メイクとかしなくてよかったんですよ。だからそれで繋がったってこと？そうなんです膝ばっかり DV されてんだねだからね膝狙わないやめてやめてつながりのためだからしょうがないよねでもこのドラマ、私と葉月も、膝怪我しててなんかなんか葉月は助監督さんに呼ばれて、怒られたくないから小走りで向かってたんですよ。そしたらもう来られると思って急ぎすぎてもうズーンってこけて膝がバーンってめくれちゃってそれで助監督さんに怒られてました何転んでんだお前っつって逆にそれじゃドラマつながんなくなるだろうって言って私は DV 受ける役じゃなかったのでやばいじゃんもうそれこそ DV 受ける役ってなんだよ。どんな主演女優だよ膝汚ねえ三姉妹で。さあ続いて。これ気になったよ。これどういうことだろう。家族と仲良くてよくテレビ電話とかするんですけど4月から弟が高校1年生に入学するタイミングだったんでまあおめでとうって頑張ってねっていうのでテレビ電話しててでも弟いなくなった父と2人でテレビ電話してたんですけどなんか弟の生い立ちについて話し始めてで本当にいいやつだよなって弟がお父さんが言い始めたのはいすげえな。でも本当にいい子でちっちゃい頃の本当にいい子だねっていうエピソードとかをなんか話してたらなんかお父さんの様子がなんかおかしくなんかあんまり顔映さなくなってきてちょっと傾けたりして泣いてんなってなってなんか私もそれ聞いてたらなんか泣けてきちゃってお互いまあ隠しながらでも声でわかんじゃん。だってもうそんなになってたら震えたり。でもあいついいやつだよいやなんかその祖母から聞いたな祖父祖母もいんのか。ごめん。祖母から聞いたその弟のちっちゃい時のエピソードとかすごい熱い話それ録画してないの録画なんでその時の映像撮っとかないんですか。絶対録画だってでもなんか本当にいい子でなんかその弟が4歳ぐらいの時に共働きだったんで両親がおばあちゃん家の家によくいたんですよ、で4歳ぐらいの子って、おばあちゃんがその夜ご飯の買い物から帰ってきて普通「おかえり」とか言うじゃないですか。そしたら4歳ぐらいの子が「なんかばあば疲れたでしょ」って言ったんですって第一声。もうなんていい子いやいやそれひいき目すぎるわ。まだこっち全然。そこからの話よいやもうそのエピソードがいい子だけど。いい子ではあるけど結構来てまっすぐ育ったなと思ってまっすぐは育ったのね嬉しくなっちゃってカヌレあげてください。カヌレあげますここからは4月から6月の B 級ニュース。黒見アイドルになりかける。いやいやアイドル井上サイン第1号になる。誰に筒井の熱海一人旅。一人で佐藤楓ケーキをあれで食べる。なんか怖えな。柿柴田が家族総出でお出迎え。あら。小川ドラマみたいな雨の朝。何以上4月から6月の乃木坂 B 級ニュースでした。あららららそうそう。続いてはいこちら出て。なんだもうアイドルじゃないの黒。どういうことだこれ。そうなんです。実は4月から大学に入学したんですけど、そこで新入生歓迎があって、はいはい、この大学内でアイドルグループ作ってて、サークル参加しませんか？なるほど。これはでもほら黒見が可愛いからやっぱ声かけてきたんだよ。それはあるのかまさか入ってないよな。お前それすごいなやりそうだよなんかそこですげえ教え出しそうじゃない。なんか違うんだよなアイドルって。いややりそうだわそこでまたなんかね先輩風吹かしたりしてないの。大丈夫です。誘われちゃったわけ。誘われてチラシまでいただいて、ちょっと一回考えますって言って帰ったんですけど、松尾美優ちゃんからはセンターで踊ってきなよって言われて、どうすんだよすげえ端っこだったらそこで。
終わりだろそしたら。めっちゃすごい子がいてね、ダメだろ現役乃木坂ってな。プロレスラーが学生プロレス入っちゃう。本当はね大学行ってね。横浜大学行って入っちゃって。もう一個ちょっとやばいことがありまして、やばいこと。学生証の写真がやばくなってしまったんですよ。ああんのもしかして。あ、写真、はい。あ痛い。写真どれ。なんだこれ。やべえよ気持ちは怖え。おいおい。これなんだこれなんか頭蓋骨が見つかったのに肉付けしたやつじゃんか。いやこれこそアプリで変な加工してんじゃんかね。これやりすぎだろ。その機械が勝手にいじってくれちゃったんですよ。いやいじってくる。そう肌がいいでしょ。やばいだろ。何にも違うじゃんかこれ。でも加工してないんですよ、自分では。全部やまあってくれます。確かにそこまでいや違うだろ。なんだ顔の下半身があんな細くないだろ。そうカマキリじゃんかこんなの。カマキリのメスよこれ。カマキリモードにしたろ。カマキリモードにしたからだろ。カマキリモードにすんなって。あれ映ってるけどこここうなってんだろだから。この写真パスポートで使ってみ。どこの外国も入れないきっと。本当だよ。誰ですかこれの。昆虫王国だけで入る。クロミいいな面白いな。最近すごいなそっち黒見。のアイドルグループにも入ってもらいてえわ。本当だよ。4月って黒見だけなんだって。何一人で4月担当してるの。ちょっと強いわこんなの来たら。こんなの来たら他の4月申し訳ない。さあ続いて井上何これ誰のこれどういうこと。カキさんがこう写真集を出されたじゃないですか。はいはいはいでそれですっごい好きな表紙があったので、こう自分で購入させていただいて、カキさんにサイン書いてください。すごい。なるほどファンとしては一番最初にもらったんじゃないかな。なるほど。なるほど。あこれがそれ。そうです。この顔なんか変じゃない。なんかさこれなんだよこれ。おいこれなんだカマキリになってんだろこれ。なんでみんなカマキリモードやるの。なんかこう顔がこれ変だろこれ。ちょっと上から撮っちゃったかな。あ写真の撮り角度か。カマキリモードじゃないよねこれね。なんだカマキリモード流行ってんだよ。これはカキ。初めての写真集でもあったので、まさかそのなぎちゃんが自分で買いましたって言ってここに書いてほしいんですって言ってくれたのが本当に嬉しくて。嬉しいよ。でも書いたことなかったのでこの時本当に第1号で。本当に第一号。マジで。井上売っちゃえばいいんじゃん高いんじゃん。やめてください。すごいな。同じグループ内で自分で買ったりするか。そうです。なんか雑誌とか少年誌とかの表紙だったり先輩たちがされて。それも買ってんの。じゃあもう部屋とかもう乃木坂グッズがものすごいあるんじゃないの。でも本当に汚くてありすぎて。乃木坂のグッズがありすぎて汚いの。ありすぎて。少年誌も買ってるやつ。で片付けてもらいました。小川に。はい。なんで年下の小川に。本当に汚かったです。あそなんでグッズ買うのそしたら。買おうと思って買うっていうよりか気づいたらコンビニから出てる時とかに入ってる。すごいなそやべれ。万引きの言い訳。大丈夫。気づいたら入ってまいったんじゃないのよ。さあ続いてこれちょっと驚きなんだけど。丸一日お休みの日があったので、なんか自然感じたいなと思って行ってきました。一人で行く。一人行動は割と好きなので。なんなるほどかそんな感じに見えないよね。本当ですか。旅行とかは行ったことなかったんですけど、初めて行ってきました。じゃあ泊まったのこれ。泊まりたかったんですけど、やっぱ日帰りで18歳以下が親のなんか必要みたいで、ギリ5月なのでダメで、何すんの。じゃあ逆に言うと。お刺身食べて。渋。これ。渋。いいじゃんこれ。なんか行列のご飯屋さん入ってそこだ。商店街で濡れおかき食べて濡れおかき。海見て帰ってきました。す渋い。ごいね。お酒なんか飲めるようになったら本当全国の美味しいお酒飲んだりとかね。行きたいです。もっと未来の話で一人で海外とかも行ってみたい行きたいです。おお。すごいねふわふわしてなんか一人じゃないもんっっていうイメージだていうイった。メージ。ですか。おお。全然一人カラオケとかも一昨日行ってきました。あそう。よく行きます。 B 級ニュースで意外なとこが見えてくるね。本一番意外は黒見だけどな。さあ続いて当。最後。
これ何あれ？これ怖いよ。怖いわ。あれで私からなんですけど、オンラインのお話し会の時に休憩中に差し入れでちっちゃいケーキみたいなのいただいたんですよ。で楓が私の部屋に来て食べるって言って「あ、フォーク持ってくるの忘れた」って言って。でもすぐそこなんですけど、取り行くのめんどくさいやってなって、部屋中にそのなんか長いものを探し始めて、その代わりになるようなものを。わあ、何行くんだろう。でまあストローがあって一人で食べるわって言って食べ出して、ちょっと引いちゃいました。でもこんな感じでちょっとガサツというか大雑把なとこがあって、だからこぼしたりさ。そうなんですよ。なんかお味噌汁もストローで飲んだりとか。なんか前その写真あったよね。そうなんですよ。これなんですけど。何ストローで何でもいけると思ってるの？いやなんかいつもそばにあるのがストローしかないんですよいつも。いやそんなやついそんねえよ。なわけねえ。だったら先輩箸持っときなよ。そうでなんか買ったものも割とすぐ壊しちゃったりするらしくて。前に向井と、まあ、赤坂でやってる「ハリー・ポッター」のお店に行って、ガラスの瓶を買ったんですよ。おしゃれにクッキーとか焼いて入れちゃおうって思って、はいはい、可愛いね。おしゃれになるもんね。でまず洗おうとしたら、シンクに落としちゃって、当日その日にもうバリッバリになっちゃって、落としたのがその入れ物の方だけで蓋だけ残っちゃって、蓋がお家にある状態で。よく撮ったなこの写真。今回すごい写真がいっぱいある。よくあれ落としてから写真撮るよね。で中は多分緩いんですよね。ケータリングこぼした時は机片付けてない状態で持ってきちゃって、本当そう。これね。で絶望だろ。やっぱいい写真だねこれ。でもねやっぱね天気がいいのがいいよねこれね。本当だよね。こういう人って絶対にその前の行動でミスを誘発させることしてんだよ。例えばこれを落とす人がいるとして、普通の人はここ置くのにこの人はここを置いてるとか。そう前でやっちゃって。これをちゃんと見て取らないでここで目を離す人とか。何かをやってんの。お拾っとけよ。で、いやおかしいだろ。おかしいだろ。どんな関係性なんだよこれ。こう言われる前に動く。違う本当に違う。今の本当に違う。気をつけます。気をつけて。さあ続いて。はい。これなんだ。柴田の家が迎えてくれたのかきよ。ゆなちゃんと私結構一緒にいることが多くて、で一緒にいる時にやっぱりすごい家族の話をしてくれるんですよ。なんか飛鳥ちゃんも言ってたね。家族の話大好きなんだね。家族しか話す人がいないっていうか。そう言うと寂しいね。なんか結構家族と連絡を取ることが多くて電話したり。だからすごい優しい家族なんだなっていうのをいつも思ってて、ちょっと会いに行きたいなと思って、仕事終わりに今からお家行っていいって言ったら、全然言ってないけどいいよって言ってくれて、そのおじいちゃんおばあちゃん家ですごい歓迎してくれて、夜ご飯食べるって言って夜ご飯も私の分作ってないのに出してくださって、で私がいるよっていうのゆなちゃんがお母さんに連絡したら、夜なのにお母さんとお風呂上がりの弟と妹ちゃんが来てくれて、来てくれたんです。いい家族だな。じゃあ今度もっと前々からちゃんとさ予約してなんかちゃんとお土産持って。そうですね、本当に手ぶらで行っちゃったのでその時も最悪だな。最悪でした。大人として本当にもらっただけで帰ってきちゃって。本当だよ。結構雨が降ってた。この後ドラマみたいな小川の朝。小川なんだこれ。ドラマみたいな雨の朝。素素敵なタイトル。晴らしい。朝、学校に登校する時、結構雨が降ってたんですけど、傘を忘れちゃったんです。あら。それで歩いてたらスルンって絵に描いたようにこけちゃって、雨で滑って危ない。でもまあ恥ずかしいんですけど、そのまま雨に打たれながら歩いてたら、素敵な女性が傘を「はい」私も大丈夫ですって言ったんですけど、いいからいいからって言って渡してくださったんですよ。それが黒見なの？言ってないからそんなこと。どういう世界の話なの？それが黒見って。いやしかもかもそんなドラマみたいな話があるわけ？その後追いかけたんですけど、もういなくて。いないの？連絡先とかもわかんないんだ。そうなんです。それから1週間くらい学校に行く時は傘を持ち歩いて出たんですよ。いつ会ってもいいよ会えねるかなと思って。でも会えなくて。だからもし見つかったら傘を返してお礼もしたいなって。いい話。マジで？
そう貸してくれた傘。ちゃんとしたマジの傘じゃん。そうなんですよ。その傘くれたの。なんか今から買うから大丈夫みたいな言ってたんですよ。すごい人だね。でもこの話言うかちょっと迷ったんですよ。なんで？やっぱり乃木坂のメンバーとしてちゃんとしなきゃいけないのに、こんな傘を忘れるっていう大失態を犯してしまったの。いやいや、もっと大失態いっぱい犯してる。傘を雨の日に持っていかなかったっていい、大丈夫だよ。これ見てくれた方いたらね、ご連絡欲しいね。お願いします。連絡もらってお返ししようか。ね、すごいね、ドラマみたいな話だよ。素晴らしい女性がいらっしゃるね。雨に濡れてて傘もらったことなんかなくない？ない。いい話。いい話。なんか永久に入りそうだけど。バースデーライブ追加公演秋元卒業コンサートの先行受付開始。即席チャンネル登録の歌、歌います。聞いてください。チャンネル登録の歌ちょっとねチャンネル登録よろしくね。じゃん。